ゆきちゃんのぬいぐるみ。ゆきちゃんはぬいぐるみの大好きな小学生の女の子です。パパもママもおじいちゃんおばあちゃんもゆきちゃんのぬいぐるみ好きは知っているので、プレゼントといえばぬいぐるみなのです。そのためお部屋の中には大きなぬいぐるみがあふれるほど置かれていました。でもお部屋に置かれているのはもらったばかりの新しいぬいぐるみで、前からあったぬいぐるみたちは全部押し入れの中に投げるようにしまわれているのです。今日もおばあちゃんが来て新しいぬいぐるみを持ってきてくれました。ゆきちゃんは嬉しそうにぬいぐるみを抱きしめると、おばあちゃんにありがとうと言いました。早速自分の部屋に行くとどこに置こうかと考えました。けれど部屋の中はもうぬいぐるみを置く場所がありません。そこで飾ってあるぬいぐるみの中で一番古いものをつかむと、押し入れの中に押し込みました。押し入れの中はぎゅうぎゅうと詰め込まれたぬいぐるみたちであふれ、とっても苦しい状態です。体の中にはダニが湧き、体中を動き回るのです。そのかゆさといったらありません。暗闇の中で身動きもできず、時々襖越しに聞こえてくるゆきちゃんの声を聞いて、小さな幸せをかみしめるだけの生活。じめじめとした湿気が体の中に入り込み、どんどん体が重くなります。何年も押し入れに入れられ、日の光を浴びることなどないぬいぐるみは、ゆきちゃんに抱っこされて、いつでも一緒にいられたことを思い出していました。急に襖が開いたことで、ぬいぐるみたちはため息をつきました。というのも、自分たちも飼われてきた時は大事に飾られ、抱っこされたりしていたのですが、新しいぬいぐるみが来ると邪魔だからと押し入れに入れられたからです。どんなに嫌だと泣いても叫んでも、その声はゆきちゃんには届かず、辛い思いをしてきました。けれど何年も押し入れの中に入れられているうちに、諦め、新しいぬいぐるみが幸せに暮らせるようにと願っていました。しかしその願いは届くことはなく、いつも新しいぬいぐるみが来ると古いものは押し入れに入れられるのです。それがどんなにつらいかはぬいぐるみたちにしかわかりませんでした。ある日また襖が開きました。ぬいぐるみたちはまた悲しい思いをするぬいぐるみが入ってくるのかと心がつぶれる思いでした。ところが襖を開けたのはゆきちゃんではなく、ゆきちゃんのママでした。ゆきちゃんのママは押し入れの中にぎゅうぎゅうに詰め込まれたぬいぐるみを見て悲しそうな顔をしました。かわいそうに、こんなに押し込まれて。そう言うと押し入れからたくさんのぬいぐるみを一つ一つ取り出し、丁寧にほこりを落としていきました。お日様の光を浴びようね。ママは優しい口調でそう言うと、日の光がたくさん入っている窓辺にぬいぐるみたちを並べ始めました。ところがちょうどそこにゆきちゃんが帰ってきました。何してるの？
あんな押し入れに入れてたらかわいそうでしょ。ほこりだらけになって。だからお日様に当てるのよ。いいよ。また押し入れに入れるの大変じゃない。押し入れに入れておいたらカビが生えるのよ。ダニもつくしね。いいの。私のなんだから。どんなに押し入れはかわいそうだと話しても全く聞こうとしないゆきちゃんにママはため息をついています。それなら必要としてくれる人にあげたらどうかと言っても、これは私のぬいぐるみだから嫌。使いたい時にすぐ使えるようにしておきたいの。と言います。誰にもあげないし、どこにもやらない。まして捨てることなんて絶対にしないと言います。それを聞いたぬいぐるみたちは、捨てられるのだけは嫌だと思いました。ゆきちゃんはぬいぐるみたちを押し入れに戻すと遊びに行ってしまいました。ママはゆきちゃんが玄関から出るとぬいぐるみたちを押し入れから取り出し、また一つ一つ並べるのでした。日の光をたくさん浴びたぬいぐるみたちは体がポカポカして、ママの優しさに触れたことで心もポカポカしていました。こんなに大事にされるなら、また押し入れに戻されるとしても我慢できると思いました。それから数年が経ち、中学生となったゆきちゃんですが、押し入れの中のぬいぐるみを出して可愛がることはありませんでした。どうやらボランティア活動に忙しいようで、部屋に飾られているぬいぐるみでさえ抱っこされることなんてなくなっていました。どの子もうっすらとほこりをかぶっている状態です。今でも時々ママが日光浴をさせてくれるのですが、ぬいぐるみたちはそれだけで幸せだと思っていました。クリスマスが近づいたある日、ゆきちゃんが襖を開けました。久しぶりに開けられた襖に、ぬいぐるみたちは日光浴ができるのかと喜びましたが、それがゆきちゃんであるとわかるとがっかりしました。また新しいぬいぐるみが来たのかと思ったからです。ところがゆきちゃんは襖を開けた途端に、転がり出るぬいぐるみを手にするとじっと見つめています。そばにいたママがどうしたのかと聞いています。ボランティアで孤児院に行ってるけど、そこのクリスマス会があるの。孤児院というのはお父さんもお母さんもいない子たちがいるところです。どんなに寂しくても二度と親に会うことのない子供たち。ゆきちゃんは中学に入るとすぐにその孤児院でボランティアを始めたのですが、子供たちが持っているぬいぐるみやおもちゃはどれもボロボロだというのです。そのボロボロになったぬいぐるみを大事に抱いて歩いている子供たちを見て、押し入れの中のぬいぐるみを思い出したのだといいます。そして自分はボロボロになるまで一つのぬいぐるみを大切にしたことはなかったと泣いていました。こんなにたくさんのぬいぐるみをもらってパパもママもいて、私はとっても幸せなのに。あそこの子供たちはみんなパパもママもいないの。それなのに明るくて元気で。それでぬいぐるみのことを思い出したのね。うん。私はあんなにボロボロになるまでこの子たちを大切にしたことはなかったのに。
ぬいぐるみたちはじっとゆきちゃんを見つめていました。こんなゆきちゃんを見たことがないので驚いていたのです。ママ、もうすぐクリスマス会なの。このぬいぐるみ、プレゼントしていいかな。ママはびっくりしました。あれほど自分のだから誰にもあげないと言っていたのに、自分からプレゼントすると言い出したのです。私のところにいて、こんなジメジメした暗い押し入れにいるよりも、ずっとこの子たちのためになると思うの。そうだね。そうしたら、きっとこの子たちも幸せだよね。そうね。ママがにっこりとゆきちゃんを見て笑いました。クリスマス会が近づくと、ゆきちゃんはぬいぐるみを押し入れから出し、日光浴をさせたり、ほこりを落としたりして、一つ一つを袋に入れると、リボンをかけていきました。そして、今までありがとうと、ぬいぐるみたちに言葉をかけていったのでした。クリスマス会はとても簡単なもので、少ないお菓子とジュースが配られ、大きな袋を持ち、真っ赤な服を着たサンタクロースがやってきました。袋から取り出したそれらは、ゆきちゃんが大切に袋に入れたぬいぐるみたちです。プレゼントをもらった子供たちは、顔を輝かせてサンタさんにありがとうと言うと、リボンを取り、袋からプレゼントを取り出しました。袋から出てきたぬいぐるみを見ると、どの子もかわいい、嬉しいと大喜びして抱きしめています。そんな子供たちの姿を見て、ゆきちゃんはこんなにも喜んだことが自分にあるのだろうかと思いました。いつでもプレゼントをもらうのが当たり前で、こんなに喜んだことはなかったのです。押し入れにしまったままよりもずっと良かったと思うゆきちゃんでしたが、不思議なことに気がつきました。それは今まで見ていたぬいぐるみたちがとっても輝いて見えたのです。工場で作られてお店に並び、自分のところに買われてきたぬいぐるみたち。ものであるぬいぐるみに心があるはずはないのに、どうしてこんなに輝いて見えるのか。とっても嬉しそうなのです。ゆきちゃんは思いました。たとえぬいぐるみでも大切にしてくれる人のもとにもらわれることは嬉しいのだと。そして心の中でそっと言いました。今までごめんね。辛い思いばかりさせちゃって。でもこれからはたくさん可愛がってもらってね。するとまるでぬいぐるみたちの声が聞こえた気がしました。それはとっても嬉しそうに、ゆきちゃん、ありがとうという言葉でした。おしまい。